ちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で吊るしたり置いたりして飾れるかぼちゃと、壁面にも貼って飾れるかぼちゃを作ります。かぼちゃの型紙を作ります。適当な折り紙1枚と、折り紙の中に入る2回りぐらい小さな丸い形のものを準備します。見本は直径11センチぐらいの食器を準備しました。折り紙を半分に折ります。用意した丸い型を折り紙の端に合わせて、半円より少し長い距離になるように、このように印をつけます。円を描いた印の上の部分、下へだいたい2センチぐらいのところに小さく印を打ちます。下から1センチぐらいのところにも印をつけます。上につけた印から少し真横に線を引き、右上にかけてカーブを描きながら上に上がっていきます。今度は膨らんだカーブを描きながら円の印に合流します。下の印からは下に向かって線を引き、これも膨らんだカーブを描きながら円の印に合流します。右下の膨らみを少し少なくするために内側に線を引きます。これでかぼちゃの半分の形になりました。描いた印に合わせて切り取っていきます。これをかぼちゃの型にいたします。かぼちゃにする折り紙を10枚準備します。色がついた方が外になるように半分に折ります。折った折り紙に先ほど作った型紙を合わせて縁をなぞります。折り山をまっすぐ合わせて、型紙通りに線を引きます。折ったまま線に合わせて切り取っていきます。10枚とも同じように切っていきます。切った折り紙を色が上になるように広げて、真ん中の折り線が合うようにして下と上を合わせて折り曲げます。10枚ともすべて同じように折り曲げていきます。折り曲げた折り紙を戻して、最初に折った半分の線に合わせてもう一度折ります。広げて、内側の折り山の線に合わせて、糊を横にまっすぐ塗ります。折り山同士が重なるように貼り合わせていきます。上と下は空いてます。10枚とも同じように貼っていきます。
今度は折り線の上と中央から右の斜め上、右の斜め下に向かって糊を塗って10枚を貼り重ねていきます。10枚重ねて貼り終わりましたら、そーっと広げてみます。少し広げてみて、貼りたくないところがくっついているようであれば、剥がしながら、白い折り紙部分にもこのように指を入れて、きれいに広げてみます。このように立体的な形になりました。壁に飾るかぼちゃの場合は、このまま半分まで広げて、このように使います。立体的に吊るしたり置いたりするかぼちゃは、ぐるーっと立体的になるように広げたいので、先ほどと同じように折り線の上と右上右下に向かう斜めの線になるように糊をつけて貼り合わせていきます。しっかり指で押さえて貼っていきます。立体的なかぼちゃはこのように丸くなるように貼り合わせます。かぼちゃのヘタを作ります。ヘタにする折り紙を1枚準備して、色がついた方が外になるように三角形に半分に折ります。さらに半分に折ります。さらに半分になるように折り線をつけて元に戻します。上になっている部分の三角形の半分の折り紙を起こして中を広げて先ほどの折り線に合わせて袋状になるように広げて折ります。反対側も同じようにいたします。先ほどの折った折り目に合わせて中を広げていきます。折り鶴の初めの方の折り方と一緒です。そうしましたら、このひらひらした右半分を上に角を合わせるようにして折り線のところまで持ってきて折ります。反対側も同じように真ん中の折り線に合わせて折ります。裏に返して同じく真ん中の折り線に合わせて両側から折っていきます。折ったところをまた広げて戻します。先ほどと同じように
上になっている部分を起こして先ほど彫った折り線に合わせて袋を広げるようにして折っていきます。折れたら畳んでまた次の部分を袋になるように広げて折っていきます。残りも同じように袋になるように広げて折っていきます。折ったこの斜めの折り山のだいたい真ん中のあたりから中央に向かって斜めに印の線をつけます。反対側もだいたい左右対称になるように印をつけます。この印に合わせて切り取ります。こちらを使います。折り山が8個あるこのような形になりました。この折り山のだいたい半分ぐらいのところまで切り込みを一つ一つ入れていきます。まず3箇所折り山を半分まで切り込んでいきます。4箇所目は上まで切ってしまいます。そして5、6、7とまた半分まで切り込みを入れていきます。最後8箇所目の折り山も一番上まで切っていきます。そうすると先ほどの4箇所目のところとつながって2つこのような形のものができました。立体的なかぼちゃにヘタをつけていこうと思います。このヘタの切り込みからかぼちゃの上の紙が一つずつ出るように挟み込むようにしてヘタをこのようにつけていこうかと思います。一つ一つの部屋にぴったりヘタがこのように挟み込まれるようにしたいと思います。このままですと抜けてしまいますので、ヘタの両側に糊を塗って貼り付けていきます。広げてかぼちゃの上部にヘタが挟み込んで奥までしっかりと入るようにこのようにつけます。糊を塗ったのでもう抜けません。反対側にして左右2つの部屋は残しといて手前の4つに同じように挟み込みながらヘタをつけていこうと思います。今度は上の部分まで糊をつけていきます。左右2部屋抜かして手前の4部屋に差し込んでいきます。
奥までしっかり差し込めたら、先ほど貼ったヘタと貼り合わせていきます。これでかぼちゃの完成です。壁面に飾るかぼちゃの場合は、ヘタは一つだけ作って差し込んで貼っていきます。かぼちゃを紐で吊るす場合には、このように輪っかに結んだ紐をヘタとヘタ同士を貼る前に紐を挟み込んで貼っていきます。こうすると吊るすことができます。壁に貼る場合は、このまま広げて、右と左で貼り付けても構いませんし、このままですと少し柔らかくて閉じてしまうのが気になるようであれば、広げた状態で色画用紙などでこのように固定して貼ると閉じずに貼ることができます。またその際に紐を挟んで貼れば吊るすこともできます。両面折り紙を使用して作ると白い部分がないかぼちゃになります。またこのように2色で作っても可愛いかと思います。たくさん作って飾って楽しんでみてください。